実は世の中のトップ経営者や成功者はある秘密の行動を使って成功への道を切り開いているのをご存知ですか？皆さんこんにちは。チェアジャーニーの有川凛です。このチャンネルでは最高の自分になるためのヒントをお伝えしています。今後の動画を見逃さないためにもチャンネル登録をしてくれたら嬉しいな。突然ですが、皆さんはこんなことを感じたことはありませんか？どうしてあの人はあんなにうまくいっているんだろう。私ももっと成功できるはずなのに何が違うんだろう。実は世の中のトップ経営者や成功者はある秘密の行動を使って成功への道を切り開いているのをご存知ですか？そう、成功の鍵は自分を知ることにあります。この秘密の行動によると、人にはそれぞれに天才的に持って生まれた性質があり、その性質を知って引き出し、特性に合った戦略を立てていくことで人生が劇的に変わる。皆さんも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。果たして自分は本当の自分を理解できているんだろうか。この秘密のコードとは9コード、九星気学とも言います。今日はそんな自分を知るための最強のツール9コード、九星気学についてお話しします。私が自分を知ることの大切さを初めて意識するようになったのは幼少期のことです。幼少期から私の母はよく論語や創始の教えを話してくれました。特に心に強く残っているのは、友達とうまくいかずどこか生き急いでいるように悩んでいた時のこと。そんな時、母は優しく私の頭を撫でながら創始の話を聞かせてくれたことがありました。立ち止まりなさい。あの空にぽっかりと浮かんだ雲を眺めるような心。これがなければ人生の本当の美しさも意義もわからない。この創始様の言葉はまるで私の人生の指針のように今も心に深く刻まれています。人生には時折うまくいかない時があります。そんな時は空に浮かんだ雲を眺め、時は流れゆくままにとただ静かに時の流れに身を委ねてみる。そんな習慣が私にとって自分を取り戻す大切な時間になっていきました。創始や論語の教えの中には、自分を見つめ内なる知恵を磨く大切さが強く説かれていますが、母は他にもこんなことを繰り返し伝えてくれていました。それは自分自身をよく知りなさい。そして他人と比べず、あなたが持っているものを大切にしなさい。という教えです。このメッセージは幼い私の心に深く根付き、いつしか私の人生の羅針盤のようなものになりました。何かに迷った時、壁にぶつかった時には、ここに立ち返り、他人と比べず自分を見つめ直す。そして私自身が持っているものにフォーカスする。悩みの時間はその点を捉えれば深い闇だったりするものですが、自分自身を見つめ、私自身が持ち得ているものに強くフォーカスし直せるチャンスでもあります。明けない夜はありませんから、しっかりと見つめる時間としてたっぷりと使うんです。そういった経験から、私にとってピンチや悩みはチャンスであり、自分を知ることを活力にしていったという経緯があります。とは言っても、実際に自分を知るという教えが本格的に意味をなしたのはもっともっと後のことです。自分を知る重要性、そしてそのような学問があることを知ったのは、父とのある日の出来事がきっかけでした。ある日のこと、父が古い本を手に私のそばに座ってこんな話をしてくれたことがありました。人は皆生まれ持った性質や天賦の才能を持っていて、それを知ることができれば人生は大きく変わる。そういう意味で自分の中にある本当の力を知ることがとても大事。父が教えてくれた教えは、自分を理解することこそ成功への道というものでした。私は強烈に興味を持ちました。父は帝王学を学んでいたこともあり、古代中国の易経や論語など先人の知恵に精通していました。そして父が見せてくれた書籍があったのですが、そこには人間の本質や天才性を読み解くための学問の知識が詰まったものでした。ただ当時の私はまだまだ子供で、本の全てが理解できたわけではありませんが、幼少期に母や父から受けた教えに導かれ、私の人生に大きな影響を与えてきました。自分自身を見つめ続け、それを人生の羅針盤にしてきたのです。とは言っても時が経ち、大人になった私に人生の大きな迷いが訪れたことがありました。母や父から教えられた言葉は心の奥に刻まれていたものの、人生の方向性が見えなくなってしまったのです。何をどうすればよいのか、どこに向かうべきなのか。そんな時、私は改めて自分を知ることの重要性を思い出し、父が幼少期に教えてくれた学問9コード、九星気学を本格的に学び始めました。
ナインコード九星気学は古代中国の易経に基づき、人間が天から授かった性質や天才性を読み解く学問です。学びを深めていくと、父があの頃諭してくれていたそのものでした。生まれ持った性質や天賦の才能が手に取るようにわかるのです。私にとってまさに失われていた羅針盤を力強く取り戻すものでした。これが私が持って生まれた才能、強みなんだと心から感じられた瞬間でした。ここでよく質問されることについてまずお話しします。それは星と表す九星気学と性質の性と表す九星気学の違いについてです。星で表す九星気学は主に運気や方位の吉凶を占う学問です。一方、性質の性と表す九星気学は人間が天から授かった本質や天才性を読み解く学問です。私たちが持つ性質や本質、天才性を知り、それをどう生かすかに焦点を当てているため、性質の性という字を使います。そして人生をどう生きるか、どんな道を選び、どのように成長していくかという根本的な問いに答えてくれるツールなんです。この2つの学問は同音語であるため、ここからは性質の性と表す九星気学をナインコードという呼び名でお伝えしていきますね。さて、話を戻します。大人になって本格的にナインコードを学んだ私は、自分の天才性を知ることで人生を劇的に変えました。自分の強みとなる天才性を知るだけで、こんなにも人生がスムーズになるなんて想像もしていませんでした。ここで少しナインコードを使った企業の実例もいくつか紹介したいと思います。社員の相性を分析して適材適所に配置し、1年後に売上が3倍に成長したという成功例。さらにナインコードの効果を実感した企業において、上司と部下の関係を改善するために各自の相性を計算し、部署やプロジェクトメンバーを構成。それだけでなく、タイプに合わせた話し方に変えたことで人間関係が良好になり、社内の空気が一変したというケースもあります。ナインコードを使えるのは企業だけではありません。ナインコードは生命体である地球の意識から人間に与えられた性質や才能などを秘密の暗号として読み解くコードです。ですから家族関係、そして子育てにも実践的に使えます。ストレスの少ない家族関係、未知数な子供の未来を発掘し、天才性を引き出すためにも大いに活用できるわけです。実際、私は子育てにもナインコードを取り入れて、それぞれの子供が持つタイプに合わせた育て方をし、自然体に子供たちの個性や天才性を伸ばしています。私自身もナインコードを使って自分の天才性を生かすだけでなく、最強のバイオリズムの時に合わせて物事が花開いていく強運の人生設計に活用し、効果を出してきました。そしてナインコードのエッセンスをふんだんに取り入れた幸せのコンパスという人材開発のプログラムも開発しました。このプログラムは小中学校、大学に至る教育機関においてキャリア教育プログラムとして導入させていただいていますし、その他にも大人向けにはフィールドワークを開催し、合宿型の幸せのコンパスワークショップなども行ってきました。このプログラムは自分でもまだ気づいていない本来の性質や天才性を知り、今世に生まれてきた意味とありたい自分像を織り交ぜ、未来のビジョンを整えることで豊かで強運に満ちた人生に導き出せる画期的なプログラムです。またの機会にお話ししますね。さて、今日あなたにプレゼントするコンパスは、ナインコードのような先人の知恵である学問を取り入れて、自分自身の人生に役立てることです。最後に、チェアジャーニーの法則、自分をご機嫌さんにするワークです。今日は少しだけ時間をとって、あなた自身について考えてみましょう。自分が好きなこと、大切にしたいこと、ありたい自分像を紙に書き出してみてください。小さなことでも OK です。自分の心が自然に惹かれるものに気づいて、心の羅針盤を確認することで自分らしい生き方が見えてくるはずです。そして次回からこのナインコードについて一つ一つ深く紹介していきますね。あなたの中に秘められた天才的な才能、どんなものがあるのか楽しみにしていてください。今日の動画の感想や知りたいことがあれば、ぜひコメント欄から教えてくださいね。今日もよく頑張ったね。本当にお疲れ様。自分に優しく、ゆっくりと休んでくださいね。また明日も笑顔で過ごしましょう。この動画が少しでも役に立ったなと感じたら、ぜひチャンネル登録してもらえると最高です。お友達にも紹介してくれたらもっと嬉しいな。あなたにはいつだって素敵なことが待っているからね。宇宙はちゃんと素晴らしいことを用意してくれてるよ。いつもチェアフルな一日を。チェアジャーニーの有川凛でした。